これはある一人の男の挑戦の第一歩の物語である。車屋で働く一人の男。彼の名はクッスン。毎日車の整備に追われている。プリウスの整備まだ？先輩にせかされる多忙な日々。最近の整備は電気のことばかり。嫌気がさしていた。いいわ。これもか。電気ばっかり触るために整備士になったわけじゃないのにな。はあ。待てよ。電気で面白いことってほんまにできんのかな。まずは元コンポを手配したクッスン。ホンダ元コンポは1981年に8万円で販売。2.5 馬力の2ストロークエンジンを搭載。最高速度は45キロ。この遅くてガソリン臭い希少なバイクを電動化して爆速にする。990ワットのモーターとスイングアームを準備した。スイングアームの前側にモーターがセットしてある。ここからベルトでタイヤに駆動する。コントローラーとバッテリーをつなぎ、早速動かしてみる。こいつを元コンポに搭載するのだが、簡単な仕事ではない。想像以上のパワーだ。まずは構造を見るためにバラバラにする。モーターとフレームを仮組みしてどんな感じになるのかを見てみるが、あらゆるところが干渉してつくはずがない。全体のバランスを確認するためフロント周りを交換していく。もともと45キロしか出ない設計のバイクなので、足回りがかなりひ弱になっている。強化するためフロントにはディオ ZX のフロントを移植することに。簡単につきそうに見えるが構造が全く違う。仮でフロントを装着し、全体のバランスを確認する。車高が高いので車外のフロントフォークに交換しローダウンする。これで前後のバランスは決まった。ここから早速フロントフォークが装着できるように改造していく。まずはノーマルの元コンポのフォークを分解し、どう加工するか考える。ステムのセンターシャフトが長いのでカットして短縮していく。強度を高めるためムクボを加工してステムに差し込めるようにする。これをカットしたシャフトに圧入する。これをティグ溶接で溶接すれば強度は保たれる。トップブリッジが取り付けできないため、元コンポのステムをカットし、作った専用の蓋を利用し溶接していく。
ようやく完成して無事取り付けることに成功。全体のバランスを決めるためにリアのタイヤを装着し、モーターのマウント位置を決めていく。ここからフレーム作りに取り掛かる。パイプベンダーを使いパイプを曲げていく。バッテリーのスペースを確保するため下のフレームの位置を下げて作り直す。位置が決まれば純正フレームを切っていく。早速分解し新しいフレームを溶接するが、不必要な箇所は削っていく。前の持ち主がサビサビだったステムのマウント部分を溶接でもって修正していた。強度が不安だったので鉄のパイプで補強していく。ようやく準備が整ったのでフレームを組んでいく。簡単なジグをセットして水平を見る。そして溶接する。できたフレームにスイングアームとモーターを設置していくためサイドを仮組みする。マウントの形状や構造を決める。さらにレーザーを使いしっかりとセンターを出す。この作業を行わないとまっすぐに走らない。ここはかなり入念に進めていく。数値が決まればあとは加工して作る。作ったフレームにスイングアームの前側を吊る仕組みにした。位置が決まれば車体に溶接していく。仮付けを済ませ慎重に外す。そして本溶接へ入っていく。サスのマウント位置も決め加工していく。NSR 用のサスの動きを確かめる。黄色いサスがいかにも速そう。全体のレイアウトが決まったのでフレームの補強に入る。鉄板から切り出し不要なフレームを補強していく。時速45キロにしか耐えられない設計なのでパイプを足してしっかりと補強を入れる。車体がある程度完成したので続いてボディーワーク。希少なバイクなのでパーツもかなり高騰している。カウルも手に入らないので割れを直す必要がある。プラスチック素材なので
ハンダや専用の道具で補修する。走るとボディが振動で揺れ割れてしまう。パテを使わず表面を補修する。プラリペアという特殊な溶剤で補強を入れる。作業性も早く研磨しやすいのでおすすめだ。当て板を使い平らに仕上げサフェーサーを吹いていく。昔の塗装が施してあったので全体を研磨しサフェーサーを吹き付ける。下地はもちろん密着ロン。最終仕上げに取り掛かっていく。ステンレス板でバッテリーボックスを製作。新規フレームと干渉する箇所をチェックし、ステップを純正位置にセット。コントローラーも違和感のない場所へセットし、残量計も純正の穴へ設置。コードデビューの前に走りをチェックするためサーキットへ持ち込んだ。コーナーや直進性のチェック、さらに最高速のチェック。モーターのセッティングが十分にできてないにもかかわらず、なんとか80キロオーバーを出すことができた。社外品のフロントフォークも改善しないといけないことも判明。そんなチェックをしているとフッスンが攻めすぎて長めのテールスライド。走行の確認ができたのでいよいよ外装に取り掛かる。ウェットブラストマシンでホイールなどの複雑な塗装を剥がし、フレームの塗装を進めていく。問題のフロントはオイルの穴を2つのうち1つを溶接で閉じ、減水力を高めた。さらにオイルの粘度が柔らかいので固めのものへ変更。量も少ないので増やし、なんとか改善完了。ブラストから上がった細かいパーツを塗装し、車体を組み上げていく。こうしてクッスンが思い描く楽しい電気の乗り物がついに完成した。やるじゃんクッスン、やるじゃんクッスン、やるじゃんクッスン、やるじゃんやるじゃんやるじゃんクッスン。
I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind